新しいゲームパッドを買ったから帰ったら早速モダン竜を練習しましょう。誰か空いてるかしらね。ずんだもんを召喚しようかしら。私の新しいゲームパッドはなんで？はい？誰？私は湖の女神。その声、アミね。何してるのかしら？私は湖の女神。わかった。認めないと話が進まないのね。それで湖の女神さん、何の用かしら？もしかして今落としたというか奪われた私の新しいゲームパッドを返してくれるのかしら？四国メタン、あなたが落としたのは圧倒的効果力で相手を昇天させるクラシック竜ですか？いや、それともリバーサルを使ってきた相手を引退に追い込む火力を誇るクラシック竜ですか？ゲームパッド全然関係ないみたく。しかもクラシック竜ってどういうこと？こちとらモダン竜使いですけど。どちらのクラシック竜を落としたのですか？クラシック竜から離れない気ね。落としたのはモダン操作でもプレイしやすいゲームパッドです。四国メタン、あなたは正直者ですね。正直者へのご褒美に高火力のクラシック竜を使えるアケコンをあげましょう。待って、アケコンじゃなくてゲームパッドを。しかもあげましょうって、このアケコン借り物。これからもその素直な気持ちを忘れずに昇竜拳を打つことを願っています。ちょっと待って、本当に待って。パッドを返して。私モダン操作はパッドでしかプレイしてないの。少しずつ強くなる、それがいいのです。返して。この拳で見極める。というわけで今回はクラシック竜の初級者向け動画です。よろしくお願いしますね、メタン。私のゲームパッドどこ？大丈夫ですよ、メタン。ちゃんと回収してありますからね。水にも濡れてませんよ。心臓に悪いからやめてよね。電子機器に水分はボハット。幼稚園生でも知ってるわ。ついでにアルコールもボハットだから電子機器のメンテナンスは慎重にね。じゃなくて私のパッドを返して。クラシック竜の初級者向け動画を作り終えたらお返ししますよ。その後に対戦もしましょうね。もしかして私今脅されてる？よろしくお願いしますね、メタン。小春音亜美、恐ろしい女。わかったわよ。私モダン竜しか触ってこなかったから自信ないけど、クラシックとモダンでも竜の基礎は同じだと思うからやるだけやってみるわね。ありがとうございます。流行りに乗って再生数稼ぎましょうね。そういうのは口に出さないでもらえるかしら。まあいいわ、早速始めていきましょう。まず竜についてなんだけど、改めての細かい説明は不要ね。そうですね。ゲーマーなら格闘ゲームをプレイしていなかったとしても聞いたことがあるキャラクターだと思います。竜は他のカプコンゲームのみならずいくつかのスマホゲームにもコラボとして出てくることが多いから知ってる人も多いと思うわ。格闘ゲーム3種の神器と呼ばれる波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚を持っていつもの竜となって参戦しているわ。公式からスタンダードな使いやすい技が揃っていると説明があるように、見た目で分かりやすい技が揃っていてプレイヤーのレベルを問わず扱いやすいキャラクターだと思うわ。見た目で分かりやすいというのはキャラクターの理解を深める手助けをしてくれるわね。その代わり相手にも見た目で分かりやすいということになるので、勝つためにはプレイヤーの技量が問われるキャラでもあるわ。素直な技の数々を堅実に戦いやすいキャラと取るか、戦法がバレやすいと取るかはプレイヤーによって異なると思うけど、質実剛健という言葉落ちでいくのが竜の持ち味なのは間違いないわ。キャラクターの持つ歴史に惚れて使っているプレイヤーもいれば、その質実剛健っぷりに惚れて使っているプレイヤーもいる。ストリートファイターシリーズの歴代主人公、いいえ、格闘ゲーム史上の主人公と言っても過言ではない、ありとあらゆる格闘ゲームのキャラクターのお手本よ。竜は本手ストリートファイターの他にも様々なゲームのコラボとしても選べるキャラですので、ストリートファイターをプレイしていなくてもなんとなくわかるというプレイヤーも多いと思いますわ。ゲームによって細かい仕様は変わるけど基本的な行動は変わらないから、別のゲームで竜を使っていたのならなんとなく使えると思うわ。
竜で基本を学ぶもよし、竜で基礎を向上するもよし、竜で堅実に戦い抜くのもよし、基本を追うプレイヤーのニーズに応えるキャラとして調整されることが多いわね。スト6の竜は少し評価が落ち目なのは否めないけど、2024年2月のアップデートで強化の調整をもらったわ。かなり戦いやすくなったので、竜を使うプレイヤーも結構増えたと思うわ。2月の調整は中間パッチみたいなものだったけども、まだ本調整が待っているから次の調整も期待したいわね。では竜の特殊技から見ていきましょう。ここで紹介していない他の技はブログの方でまとめさせてもらったわ。よければ見に来てね。ブログの方もよろしくお願いします。まず6強パンチ、水落ち砕き、通称ダイゴスよ。発生が遅い代わりに当てた時に有利が取れる全身攻撃になっているわ。ヒット時には5中パンチや2中パンチがつながるのでコンボを伸ばせるチャンスになるわ。またスト5ではガードされて不利だったのだけども、スト6ではプラス1フレームの有利が取れるので攻めが継続するようになったわ。発生の遅さから使いどころが難しいけど、その分リターンも高い特殊技になっているわ。そしてアップデートでの調整でガード待機判定、通称影縫い判定が強化されたわ。大ボスを振った時に相手が大ボスの攻撃範囲内だったら相手がガード待機をするようになったわ。この調整のおかげでかなり使いやすくなったわ。この調整は結構衝撃でしたね。スト6の開発は意図的に影縫いを弱くしてると思っていたのですが、今回の調整はその開発から見ても後ろ歩きを抑制すべきという結論に至ったということですよね。正直後ろ下がりに対しては様子見するしかないことも多かったけど、この調整のおかげで攻める手段が一つ増えてくれたわ。この調整は本当にありがたいわ。竜使いは強くなった欲望のダイゴスを使ってリターンを取りに行きましょう。ちなみにダイゴスはもともとプレイヤー側の俗称だったのですが、スト6実況機能で欲望のダイゴスというセリフがあるため、ダイゴスはハンバ公式の呼び方になりましたね。ちなみにダイゴスの語源は大パンチでゴスゴス殴るらしいわ。語呂も良いし語感も良い、当時の格闘ゲーマーのネーミングセンスに脱帽だわ。次に4強パンチ、上げ突き、リーチが短いけど発生が早い強攻撃になっていて、主にコンボパーツとして使うことが多いわ。ヒット時ののけぞりも大きめに設定されているため、このパーツを使わないとできないコンボもあるわ。またモダン竜は持っていない特殊技なので、この技自体がクラシック竜の特権になっているわ。コンボパーツとしてかなりお世話になるはずよ。どうしてモダン竜にはないのかしらね。この技あるだけでかなり変わってくるんだけどね。かかと落としよりかはこっちの方が欲しいですよね。本当にそれ余談だけど、過去作の竜を知っているプレイヤーには昔の竜の近距離強パンチでも通じるモーションになっているわ。過去作を知っているプレイヤーからは懐かしい攻撃モーションね。次に6強系旋風脚、スト6からの新モーションで竜のそばっとよ。ヒットガード時にオーバードライブ竜巻旋風脚へとキャンセルが可能よ。見た目通り浮いているから相手の下段攻撃をかわしながら攻められるわ。オーバードライブ空中竜巻へのキャンセルはギリギリヒット確認できる猶予があるから頑張って確認してみてね。ただしガードされると隙が大きいので使うときは先端当てを意識するようにしてね。次に竜の必殺技を紹介するわ。まず新技である電人連気集中の掛け声とともにチャージをする技よ。この技自体に攻撃判定はないのだけども、チャージに成功すると波動拳、波衝撃といった気を打ち出す必殺技が強化されるわ。強化内容はそれぞれの必殺技を紹介するときと一緒に説明するわ。電人連気状態は牽制力の強化、コンボダメージの上昇と恩恵が大きいわ。状況が許す限りはチャージしていきたいのだけども、全体モーションが52フレーム、つまり約1秒かかってしまうため、うかつに使うと技の隙に差し込まれる危険があるわ。安全に使うにはコンボに組み込むなど考えて使ってね。次に代名詞波動拳、説明不要の必殺技ね。画面上をまっすぐ進む飛び道具でボタン強度が上がるにつれて発生が速くなり弾速が上がるわ。竜の代名詞ともいえる必殺技で、波動拳のコマンド自体が波動コマンドと言われるほど共通認識になっているコマンドよ。オーバードライブ版は2ヒット技になり、ヒット時に相手が浮くので画面端では追撃が可能よ。強板の波動拳をメインの牽制にして、要所で弱板や中板を混ぜて揺さぶる飛び道具の代名詞なのだけど、今作はちょっと使い方が難しいと感じているわ。
弾速が特別速いわけでもないし、技の硬直時間もそこそこ長いのよね。スト6は体力の削りの前にドライブゲージの消費になっているから、ガードの上からの削り攻撃としても期待値が低い。コマンド入力の飛び道具である以上は一定以上の強さはあるけど、ガイルのソニックやルークのサンドブラストと比べてしまうとね、剣みたいに対の選択肢で劉備脚があるとかならまだしも、ちょっと攻めの起点には使いにくいと感じるわ。守りに使う分には十分強いとは思うんですけどね。実際、遠くで竜に待たれていると面倒だとは感じるので。しかし、守りでだけにしか使わないなら、もうそれガイルで良くない、になってしまいますよね。本当にそれなのよね。せめて、もうちょっと硬直が減ってくれたらな、とは思うわ。とはいえ、現状は竜の持つ最高峰の牽制技なのは間違いないから、安易に飛ばれたりしないよう、波動拳にしっかり向き合っていく必要はあるわ。まずはスムーズに波動拳が出せるようにしっかり練習しましょう。そして波動拳はさっき紹介した電人連击の強化を受けるわ。電人連撃中の波動拳は電人波動と呼ばれて、ノーマル版はボタン強度の強さに関係なく2段技に強化されるわ。発生速度は強版波動拳と同じの12フレームだけど、弾速が上昇し全体硬直も少しだけ短くなっているわ。もちろんヒット時は追撃も可能よ。オーバードライブ版波動拳も強化を受けるわ。全体硬直も大幅に短くなるので、非常に強力な飛び道具になっているわ。電人連撃の強化は後で紹介する破傷撃に回したい時が多いけど、電人波動もとても強力だからバンバン使っていってみましょうね。そして波動拳は2024年2月のアップデートで強化調整を受けて、手の先の位判定が縮小されたわ。前よりも近い位置で打ちやすくなったため、牽制で使いやすくなったわ。飛ばれるリスクを負ってでも打つ波動拳には意味が出る。自分なりの波動拳の使い方を模索していってね。次に昇竜拳、対空技の代名詞の必殺技ね。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなるけど、ダメージが上がっていく仕様になるわ。ノーマル版の昇竜拳はどの強度でも対空無敵が付与されているので、相手のジャンプ攻撃は一方的に落とせるわ。相手のジャンプの仕方によって使い分けが必要だけど、基本はダメージの高い強昇竜拳で落としていきたいわね。オーバードライブ版昇竜拳は完全無敵がついているためぶっ放しに使えるわ。またアップデートによって1段目も吹き飛び判定になったため、弾抜けにも使いやすくなったわ。剣と違って横への範囲が狭いから無理に狙うものでもないけど、先端当てでもダウンが取れるようになったのがありがたいわね。対空でもコンボでもお世話になるので、しっかり出せるように日々練習してね。次に竜巻旋風脚、突進技の代名詞で通称竜巻よ。ぐるぐると回りながら突進攻撃を繰り出す必殺技で、竜の竜巻はヒット時に相手を大きく吹き飛ばすわ。相手を画面端に追いやる目的でコンボの締めに使うことが多いわね。弱版竜巻は弱攻撃から中、強版の竜巻は中攻撃からつながるわ。弱、中版の竜巻は相手を横に吹き飛ばすのに使い、強版の竜巻は相手との位置の入れ替えに使うわ。狙うのは難しいけど、竜巻は弾抜け技としても使えるわ。オーバードライブ版竜巻は弱攻撃からつながるほど発生の早い必殺技になるわ。画面端の場合は追撃も可能よ。使い方はコンボと一緒に覚えてね。竜巻は空中版も存在するわ。スト5までの強力な逃げ行動である逃げ竜巻はスト6ではできないのだけども、相手の対空のタイミングをずらしたり、空対空からのコンボで使うことがあるわ。はじめはコンボと一緒に覚えて、挙動に慣れてきたら立ち回りに混ぜたりと試してみてね。次に上段側頭蹴り、コンボパーツ剣横押し攻撃として使う必殺技で、通称側頭よ。リーチが長くコンボの締めに使うと相手を横に吹き飛ばすため、ラインを押し上げることができるわ。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなるけど、ガードされた時のフレームが短くなっているわ。オーバードライブ版はワイヤー効果が付与されて、相手が壁バウンドして帰ってくるわ。もちろん追撃が可能よ。中盤の側頭が強攻撃からつながって使いやすいけど、めり込むと反撃をもらうので先端当てを意識して使いましょう。ちなみにモダン竜は強版側頭が使えないので、強版側頭を使えるのはクラシック竜の特権になっているわ。特に画面端のコンボでよく使うので、コンボと一緒に覚えてね。次に新技である破傷撃、コマンドは竜巻コマンドプラスパンチボタンよ。波動のエネルギーを飛ばすのではなく、目の前に叩きつけるように繰り出す打撃技よ。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなる代わりに、
ダメージが上がり攻撃範囲が伸びるわ。打撃属性だけど飛び道具との相殺判定があるため相手の飛び道具を打ち消すこともできるわ。弱盤破衝撃は弱攻撃からつながり、中盤破衝撃は中攻撃以上からコンボになるわ。強盤破衝撃は通常ヒットからはコンボにならないけどもガードされてもプラス2フレームの有利が取れるようになっているわ。また強盤破衝撃はヒット時に相手が浮くため必殺技やドライブラッシュで追撃が可能になっているわ。弱中盤破衝撃と強盤破衝撃で使い方が大きく変わるのに注意してね。オーバードライブ盤破衝撃はヒットしてもガードしてもプラス3フレームが取れる珍しい仕様になっているわ。コンボパーツで使われることが多いのだけどもヒットでもガードでも有利だから牽制技へ入れ込んでも大丈夫よ。 SA2 や SA3 にキャンセルがかかるからリーサルパーツの一つとして覚えておいてね。そして破衝撃は電陣連機の恩恵を受けるわ。電陣破衝撃は波動拳同様にボタン強度にかかわらず同じモーションになるわ。強盤破衝撃の強化版といった感じで発生が速くなるのでコンボパーツとしての有用性が上がるわ。またオーバードライブ版電陣破衝撃は膝崩れダウンとなるのでコンボを伸ばすことが可能よ。総じてコンボパーツとして性能が向上するため相手に大きなプレッシャーをかけられるわ。そして破衝撃は2024年2月のアップデートで非常に使いやすくなったわ。詳しくは公式ホームページのバトル変更リストから確認してほしいのだけど大きく変わった点としては弱盤破衝撃はガードされてマイナス4フレームからマイナス3フレームに変更されたため入れ込み技として使いやすくなったこと。中盤破衝撃の有利不利は変わってないのだけど攻撃範囲が大きく前に伸びたためコンボに使いやすくなったこと。オーバードライブ版電陣破衝撃のダメージが上がったためフルコンボの火力が伸びたことなどが挙げられるわ。新技ということで念入りに強化を図ってくれたのかスト6の竜は破衝撃を使ってほしいという開発のメッセージを感じる強化内容となっているわ。ほぼ別技と言っていいほど強化の調整をもらったので竜を使うにしろ竜への対策を講じるにしろ破衝撃の使用は覚えておいて損はないわ。特にオーバードライブ電陣破衝撃はアップデートによって単発ダメージが1000になったので竜の最大コンボの火力が大きく上がったわ。当たったら大ダメージガードされても攻め継続の欲張り攻撃なので電陣連機中は強気に攻めをかけていきましょう。破衝撃はかなり使いやすくなった印象ですね。使いやすくというより前がちょっと使いにくすぎた感じもしますが。そうなのよね。調整前の弱盤破衝撃はガードされたら反撃確定だったこともあって何のためにあるのかわからない技だったわ。強化調整をもらえて本当に良かったわ。横押しパーツが増えるのは純粋にありがたいからせっかくの新技でもあるしたくさん使っていきたいわね。次に竜の基礎的なコンボを紹介するわね。再度のお願いになるけどもここで紹介するコンボ以外もブログでまとめてあるからよければ見に来てね。ブログの方もよろしくお願いします。2弱パンチ5弱パンチ5弱パンチ強昇竜剣和弱竜巻旋風脚。小技からの基礎コンボよ。ダメージ重視は強昇竜剣相手を運びたい場合は弱竜巻と使い分けましょう。5弱パンチ弱破衝撃 SA3 弱パンチに弱破衝撃を入れ込んでヒット確認で SA3 につなげるコンボよ。暴れ潰しの入れ込み連携としてどうぞ。5中パンチ2中パンチ強昇竜拳オア中オア強竜巻旋風脚。中攻撃以上からは強竜巻がコンボに組み込めるわ。相手と位置を入れ替えたい場合は強竜巻で入れ替えましょう。2中パンチ5弱テイク中竜巻旋風脚オア弱上段側頭蹴り。6強パンチ2中パンチ中竜巻旋風脚オア強昇竜拳。画面端ジャンプ強パンチ4強パンチ強上段側頭蹴り弱小竜拳。強上段側頭蹴りは4強パンチからつながり画面端なら追撃可能よ。クラシック竜の画面端でのフルコンパーツになるわ。画面中央5中パンチ2中パンチオーバードライブ上段側頭蹴りディレイ弱破衝撃 SA1。 オーバードライブ側頭の後の弱破衝撃は少しディレイが必要よ。安定を求めるならオーバードライブ側頭から SA1 にしましょう。5中パンチ2中パンチオーバードライブ上段側頭蹴り SA2 最大ダメ。画面端付近ならドライブラッシュで追撃も可能よ。
画面端強波衝撃弱波衝撃弱小龍拳。画面端小技オーバードライブ竜巻旋風脚強小龍拳。画面端二中キックオーバードライブ波動拳弱竜巻旋風脚オア強小龍拳。画面端ドライブインパクトヒットオアガード5強パンチ中波衝撃強小龍拳。ドライブインパクトパニッシュカウンター指導5強形二中キック中オア強竜巻旋風脚。次にドライブラッシュコンボ生ドライブラッシュ2弱形二中パンチ強小龍拳オア中竜巻旋風脚オア中上段側頭蹴り。生ドライブラッシュ6中パンチ二中パンチ強小龍拳オア中竜巻旋風脚オア中上段側頭蹴り。5弱パンチドライブラッシュ5弱パンチ4強パンチ強上段側頭蹴り。中攻撃以上ドライブラッシュ5強パンチ4強パンチ強小龍拳オア中オア強竜巻旋風脚。画面端中攻撃以上ドライブラッシュ5強パンチ4強パンチ強上段側頭蹴り弱小龍拳。ジャンプ強パンチ5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチ強小龍拳オア中オア強竜巻旋風脚。5強形はしゃがみ状態には当たらないのだけど強制立ちくらい技の5強パンチからのラスコンボでお手軽につながるわ。強波衝撃ドライブラッシュ5強パンチ強小龍拳オア中竜巻旋風脚オア強上段側頭蹴り。強上段側頭蹴りを空中ヒットさせると詐欺飛び安全飛びニーケルは相手にリバーサルを許さない攻めが展開できるのを覚えておいてね。画面端強波衝撃生ドライブラッシュ5強パンチドライブラッシュ5強パンチ中上段側頭蹴り中小龍拳 SA3。 強波衝撃ヒットからの画面端でのお手玉コンボよ。画面端小技オーバードライブ竜巻旋風脚ドライブラッシュ5中パンチ強上段側頭蹴り。強上段側頭蹴りの代わりに電人連撃で締めると電人連撃をまといつつ有利を取った状態で置き攻めも可能よ。詐欺飛びを取るか次の火力に期待するか好きな方で相手を追い詰めましょう。ジャンプ強パンチ5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチ強小龍拳 SA3。 バーンアウト上等のフルコンボよ。画面端ではレシピを変えて強上段側頭蹴りを使うわ。ジャンプ強パンチ5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチドライブラッシュ5強パンチ4強パンチ強上段側頭蹴り弱小龍拳 SA3。 次に電人連撃状態のコンボ。基本的に電人波動拳はオーバードライブ波動拳と同じように使え電人波衝撃は強板波衝撃と同じように使えるわ。画面端二中キック電人波動拳強小龍拳。5中パンチ2中パンチ電人波衝撃生ドライブラッシュ5強パンチ強小龍拳オア中オア強竜巻旋風脚オア強上段側頭蹴り。電人波衝撃は2中キックからはつながらないけど中パンチからつながるわ。画面端5中パンチ2中パンチ電人波衝撃中波衝撃弱小龍拳。中攻撃以上オーバードライブ電人波衝撃前ステック5強パンチ強小龍拳オア中オア強竜巻旋風脚オア強上段側頭蹴り。中攻撃以上オーバードライブ電人波衝撃前ステック5強パンチ弱波衝撃 SA1。 画面端付近中攻撃以上オーバードライブ電人波衝撃 SA2 ドライブラッシュ2中キック弱波衝撃強小龍拳。ジャンプ強パンチ5強パンチオーバードライブ電人波衝撃5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチドライブラッシュ5強形5強パンチ
強小龍拳 SA さん。画面端ジャンプ強パンチ5強パンチオーバードライブ電陣破衝撃5強パンチオーバードライブ竜巻旋風脚生ドライブラッシュ5中パンチドライブラッシュ5強パンチ中上弾速峠り中小龍拳 SA さん。オーバードライブ電陣破衝撃は火力いっぱい夢いっぱい。しっかりコンボ練習をして大ダメージチャンスを逃さないようにしましょう。ゲージ残量にもよりますが、ドライブラッシュコンボが1回増えると考えるとかなりポテンシャルを秘めてますよね。ルークにもくれませんか？あげてもいいけど3度ブラストと交換よ。いや、それはちょっとすみませんでした。真空波動拳。普段モダン竜を使っているメタンからしてクラシック竜はどういう所感ですか？竜に限った話ではないけど、クラシックは攻撃の種類が増えるのが純粋に面白いわよね。牽制で使いやすい5中キックとか反撃確定で頼りになる5強キックとかやっぱりあると便利だなとは思うわね。あとやっぱり4強パンチ、これが本当に便利。4強パンチのおかげでコンボの難易度も下がっているところがあるからモダンにも欲しいのが本音ね。細かいところでできることが増えるしやれることも増える。スタンダードキャラはできることが多い方が便利よね。クラシック竜の方が便利だと分かっていても竜はモダンを使い続けるのですか？一度やるって決めたからね。モダンはせっかくの新システムだし明確にやめたい理由ができない限りは続けたいのだけども、でもやっぱり竜はクラシックの方が強いと思うし面白いとも思うわ。スト6は発売してから1年経った現在かなり攻めにくいゲームになってしまったわ。どうせ相手のミスを待って戦うのならば1回の火力の高いクラシックの方が期待値高いわよね。この辺りの理由はルークと一緒ね。竜もルークも反撃確定時の火力と状況の良さが全然違いますよね。どうせ攻められないなら火力の高いクラシックを使うというのもちょっと残念な理由ですけどね。もうちょっとね、攻めやすいゲームだと嬉しいのだけどね。現状の竜は竜自体の調整というよりシステム的に苦しいってのが本音ね。キャラのコンセプトとシステムが合ってない感じがするから小細工的な調整では苦しいままだとは思うわね。攻められない上にシステムとキャラ性能が噛み合っていないとなると泣きっ面に蜂ですね。ルークも攻めがたいキャラだと思いますがシステムに嫌われているとは感じないですからね。でも攻めで使いやすい破衝撃の強化調整やダイゴスの影縫い追加とかは攻める人向けの調整だと思うから、もしかしたら攻めたいプレイヤー向けの調整も今後は期待できるかもしれないわね。現状でももうちょっと波動拳に緩急がつくなり影縫いが強化されるだけでも竜は強くなる可能性があるわ。竜のようなスタンダードキャラはどの場面でも安定感を出せるのが売りだからゲームの展開が早くなるだけで良い位置に生きる可能性があるのよね。例えばどんな調整が来るといい感じになりそうですか？ドライブラッシュを全キャラクター DJ みたいにする。世紀末ドライブラッシュゲームになったら竜のような安定感の出せるキャラは輝くと思わない？なるほど。で、別の危険が生まれそうではありますけど、言わんとしてることはわかりますね。とりあえず、竜は現状苦しい位置にいるというのが結論でいいですかね。竜が悪いんじゃないの。システムが悪いの。正直、スト5からそんな感じですよね。竜は、波動拳昇竜拳竜巻旋風脚。なんか自虐気味な結論になってごめんなさいね。世間的な評価も、竜は微妙という感じではありますけどね。まあでも今回クラシック竜を触ってみてよかったわ。モダン竜だけだと気づけないところもあったから、改めて素直な技を持つスタンダードキャラの魅力と面白さを痛感したわ。飛び道具で相手を押し相手の行動に合わせて反撃とする 2D 格闘ゲームの醍醐味よね。素直すぎる技で苦労するところもあるけど自力が出るキャラだからプレイヤーの個性が見えるところも好きだわ。やめられないのよね、ハマっちゃうと。格闘ゲーム界隈の顔とも言えるキャラですからね。名実ともにゲームシーンを支えてきた名キャラですよね。竜が最強のスト6、ちょっと見たいですよね。スト6の開発の人には恐れずに竜を強くしてほしいわ。大丈夫、竜が強くて怒るプレイヤーそんなにいないから。なんならプロゲーマー梅原がまた竜を使うかもしれないから。そしたらまた盛り上がるから業界にお金流れるから。竜が強いスト6作ってください。お願いします。欲望がすごいですね、メタン。
強化調整の大義名分を得ようと、かなり主語を大きくしましたね。良くないですよ。そういうの、自分が強くしてほしいから強くしてほしい、と素直に言いましょう。何よ、嘘はついてないでしょ。まあ、欲望の強化調整の願いはさておき、次の調整で判明している強化として、電人波動拳の使い分けがあるのよね。電人連機状態でもノーマル波動拳が打てるようになるらしいから、電人連機をストックしつつ戦えるようになるらしいわ。電人連機状態の置き攻めは期待値がすごいから、期待したいわね。発売から約1年、待ちに待った本調整、どうなるか、楽しみですね。公式大会やエボ、e スポーツ団体主催の大規模大会など、盛り上がり続けているスト6、楽しんでいきましょう。では今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よし行こう。ガン待ちする人はクラシックでも待つから、モダンとか関係ないのよ、と声を上げるそれほどでもないゲーマーチャンネルよ。